夫は私を偏僻な場所に騙し出し、手足を切り落として捨て去ろうと企んでいた。その時、私は弟がギャンブルの借金に溺れていることを知った。彼らはトランプをしながら、笑いながら冗談を言っていた。アシュリーとあのダメな弟が消えれば、彼女の会社は俺のものだ。数千万ドルの価値があるぜ。今夜はハイステークで戦おう。彼らの賭けは、私のどの手足から切り落とすかだった。刃物が下ろされる瞬間、私は彼を止めた。一戦しよう。俺が勝てば俺たちを離して。負けたら好きなようにしろ。夫は冷笑した。何を抵当にする？私は背筋を伸ばした。俺の命。大学を卒業したばかりの弟は号泣し、私の足元にひざまずき、声は泣き疲れてかすれていた。アッシュ、ダメ。そんなことしちゃ。死ぬよ。お願いだ、やめて。弟のデイビッドは昔から優しい子供で、私と夫のケビンを崇拝していた。私がケビンと結婚して以来、彼は犬のように彼の後をついて回り、ビジネスを学びたいと言っていた。両親が亡くなった後、彼は私の唯一の家族だった。ケビンを信じて、私はあまり干渉しなかった。一度小さなプロジェクトで成功したことが頭に入り、今では大金を持ってカジノに行き、一銭も残さず全部捨て去った。私は頭を振った。これから何の未来があると思って？彼らは明らかに俺たちを死なせたいんだ。これが唯一のチャンスだ。デイビッドは悪魔を見たような顔をし、涙が止まり、体が震えた。心が痛んだが、私は無表情を維持した。彼が失った金額は、車やアパートを含めて100万ドル以上になる。大学を卒業したばかりの子供がどうしてこんな無謀なことをするのか？明らかにケビンが仲間たちとこの計画を立てた。ケビンの目標は100万ドルだけではなく、私の会社と資産だった。この件は、この子に教訓を与える機会だ。誰でも信じてはいけないと。アシュリー、彼らと遊ぶな。死ぬよ。俺、談笑になって返済する。その言葉を聞いて、私は血が沸騰した。これもきっとケビンの考えだろう。私の金と会社を奪うことは、心の中で会社の基盤がどこから始まったか知っているので受け入れられた。だが、彼らはこんな風に弟を台無しにし、売春させようとするのは許せない。激怒だ。私はデイビッドを起こし、手を叩き、ケビンに始めるよう合図した。デイビッドは直立できず、目には懇願の色が浮かんでいた。私は彼を無視し、笑った。久しぶりにプレイするな。たまには勝てるかもしれない。ケビンは冷笑し、RV の中のテーブルに手を引かせた。私たちは砂漠の真ん中にいる法律が及ばない場所で、人間の最悪な本性が露呈していた。彼はもう私の夫ではなく、単なる敵だ。ケビンの弟のマイクと女性アシスタントのサラも彼の隣に座っていて、この陰謀に加わっていた。アシュリー、警告しておくが、俺たちはみんなテーブルのプロだ。本当に大丈夫？ケビンの弟のマイクは始末の悪い男だ。ケビンが私と結婚して金を得て以来、彼はパーティーをしたり飲酒したりしていた。年齢が近いこともあり、弟は彼とよく遊びに行ったが、私は彼に離れていろと言った。だが単純なデイビッドは、マイクはただパーティー好きだと思っていた。今では、この命がけのゲームに騙し込まれている。ケビンは弟を睨んだ。こうに、お姉さんに遊ぶなって言った方がいい。俺はお前を生かすつもりだったが、彼女がお前を死に連れて行くんだ。いつもの魅力は消え、本性が現れた。ケビンはかつて私の運転手だったが、親密になって恋に落ち、結婚した。今なら全部が理解できる。
彼は私に近づき、騙してこの偏僻な場所に連れてきて、生きて帰らせるつもりは一度もなかった。デイビッドは私を見つめ、目にはパニックが浮かんでいた。私は座り、笑った。どうせ死ぬんだから、チャンスをつかまないわけ？デイビッドは私の袖を引っ張った。アシュリー、金を渡せばいい。少なくとも生き残りれる。私は彼の顔を平手打ちした。彼らがお前を逃がすと思って？お前がこの災いを起こしたんだ。自分で処理しろ。デイビッドは顔を覆い、言葉が出なかった。ケビンはタバコに火をつけ、見下すような眼差しで私を若いた。アシュリー、遊ぶなら何をかける？お前の弟はすでに100万ドル以上失って、俺にさらに100万ドル借りている。返せなければ断証として売るしかない。あるいは、今すぐ会社を俺に譲渡し、全部の資産を渡せ。そしたら、話してやるかもしれない。彼は残酷に笑った。これがきっと彼がデイビッドを脅迫した方法だろう。それでデイビッドは道路で車にひかれそうになり、私に救われた後、この旅行に騙し込まれた。俺に掛け物がある。私は平然と笑い、デイビッドの手を掴んでテーブルに叩きつけた。値段をつけろ。それから携帯をあげた。全部録画してる。何かしたら、この動画はすぐ警察に送る。ケビンはそれをわかいた。一対の手1万ドルの価値がある。デイビッドは恐怖で、なく意外言葉が出なかった。心が痛んだが、しなければならなかった。彼は学ぶ必要がある。アシュリー、冷酷だな。いいだろう。始めよう。2、ケビンがハイハイしようとしたが、私は彼を止めた。弟が負けた。今から俺がハイハイする。マイクは抗議したが、ケビンはかすかに笑った。いいだろう。そう言うと、ケビンのアシスタントがマイクを肘でつき、二人は目配せをした。私は笑った。これはきっと彼らがチートする合図だろう。気づかないふりをして、普通に順番にハイハイした。ルールは、前金1万ドル、1回の掛け金上限後10万ドルだった。ハイハイ者の私は、自分の手札を見て1万ドルを出した。次はマイクで、彼は手札を見ずに50万ドルをかけた。ケビンも50万ドルを追随した。50万ドル、未オープン。それから嘲笑的な表情で私を見た。サラはクスクス笑った。ルールによれば、私が手札を見た場合、残り続けるために掛け金を倍にしなければならない。つまり、さらに100万ドルを出さなければならないが、私にはチップが足りなかった。選択肢は一つだけ降りて2万ドルを失う。彼らは明らかに私を詐欺しようとしているが、私は何もできない。サラは再びマイクを肘でついた。ちょっと酷だよ。金が足りない彼女をいじめるの？マイクはにっこり笑った。アシュリー、ごめん。お前が破産してることを忘れてた。そう言うが、目には喜びが満ちていた。手前だけ優しくする。次のハンドは上限10万ドルにしよう。彼は私のチップを取ろうとした。待て。俺は残る。100万ドル、未オープン。ケビンの目が見開かれた。アシュリー。約束手形を書くの？チップが足りないじゃん。マイクも皮肉を込めて言った。アシュリー、遊び方を知らないなら無理しないで。デイビッドは号泣し、近づいてきた。アシュリー、80万ドル足りないよ。私は一言も言わず、彼を掴んでテーブルに叩きつけた。ケビン、彼の命はいくらの価値がある？アシュリー。デイビッドは絶望し、泣き続けた。ケビンは弟をわかいた。彼の臓器は全部合わせて100万ドルかな。アシュリー、お前は弟を殺そうとして。
マイクは信じられないような顔をした。デイビッドは叫んだ。アシュリー。間違った、間違った。ギャンブルしない。臓器を取り出されたくない。私は彼を蹴り飛ばした。ギャンブルをしている時にこんなこと考えればよかった。俺がギャンブルするなって言ったじゃん。なんで最初からギャンブルしたんだ？私は叫ぶと彼は泣き始めた。心が痛んだが、冷酷を維持しなければならなかった。デイビッドにギャンブルがどれほど恐ろしいかを悟らせなければならない。契約書に署名した後、私は100万ドルを手に入れた。私は50万ドルを出した。50万ドル追随、未オープン。ケビンは唖然とした。アシュリー本当に？私は冷笑した。お前は俺の手足を切り落とそうとしていた。これは寛大だろ。喋りはこれで終わり。マイク、お前の番。マイクは私を見てからケビンを見て眉を潜めた。降りる。私が敗北したので彼は自信がなく書けなかった。ケビンも降りた。最初のハンドで私が勝ち100万ドルを獲得した。ケビンはカードを奪い取り明らかに激怒していた。負けた。今度は俺が敗北する。いいだろう。かつて優しい愛を示していた彼の目は、今では悪意と憎しみに満ち、私を生きて食い散らかそうとしている。アシュリー、こんなに頑固な人だとは思わなかった。上限を撤廃しよう、どう？どうでも。これが待っていた瞬間だ。アシュリー。ダメ。デイビッドはひざまずいた。黙れ。お前の身体の部位は借り物だ。消え失せ。ギャンブルをしている時の熱意はどこへ行った？ケビンと仲間たちは私が聞いて遊ばなくなるのを心配して喧嘩し始めた。私はテーブルを叩いた。消え失せ。これはお前が引き起こした災いだ。もう一言言えば彼らにバラバラにさせるぞ。デイビッドは一言も言わなくなった。ケビンが敗北し100万ドルを出した。100万ドル、未オープン。残る？残る。私は強気を装って同じく100万ドルを出した。マイクも100万ドルをかけた。ほっとした彼らは全部俺の罠に落ちた。